こんにちは。今回は、90周年記念仕様のエクストレイルについて、紹介していきたいと思います。ちなみに、このグレードモデルは、まだ日産の公式サイト上では、詳細が記載されていなかったので、詳細を知った上で、購入検討したい人にはおすすめです。それでは行きます。Now loading。ではまず、フロントフェイスから見ていきます。90周年車両のボディカラーは、カーディナルレッドのようですね。中央には、アクセントデカールがあります。近づいて見てみると、断続的にデカールをデザインしていますね。サイドにはシャンパンゴールドのような色のラインがあり、中央にはハニカム模様がデザインされています。車両前方に進むにつれて、徐々にドット柄に切り替わっていました。通常デカールは、日光など、フードからの光の反射を抑制するための機能がありますが、車両幅に対して、デカールの幅が狭いので、あくまで、デザインアクセントとしてのデカールだと思います。ちなみに、他の車でデカールを見てみると、もう少しデカールの幅が大きいことがわかります。また、このアクセントデカールは夜間になると、このように光るようです。参考までに、こちらはノートオーラのデカントで、夜間の光り方のイメージ図です。長手方向に筋が数本入っていることがわかりますね。そして、ヘッドライト周りを見てみると、シャンパンゴールドのラインが、フロントグリル周りに配置されていました。このアクセントはおしゃれですね。このシャンパンゴールドのラインが、あまりに太すぎると、皆さん不要の V モーションがより主張されてしまいますが、この程度のアクセントであれば、あまり気にならないと思います。ちょっとだけ気になったのは、分割線が入っていたことで、この2箇所で分割されていました。ただ、遠目に見ると気にならないです。その他フロント部の仕様変更は見当たりませんでした。フロントグリル周りのこの黒ツヤは、いつ見ても、質感の高さが伺えて、オーナーとしても嬉しいです。そして、サイドミラーを見てみると、ここにもシャンパンゴールドのラインが入っています。走行していると外からよく見えるので、このアクセント気に入っています。ドアサッシュ周りはメッキになっていました。ルーフレールもカラーが変わっていて、シャンパンゴールドの塗装が施されていました。こんな上品だともうキャリアつけたくなくなります。単なるデザインアクセントとして、ルーフレールを装着させたくなりました。ちなみに、通常のルーフレールはメーカーオプション設定なので、ディーラーオプションと異なって、納車後に取り付けることはできないです。そう言われると、念のため装備しておくかとなりますが、44,000円と絶妙な価格設定なので、装備するかどうか悩みますよね。サイドロアガーニッシュは、特別加色は付けられていませんでした。G グレードになると、この突部にメッキ加色が装備されていますが、この車両には装着されていないので、G グレードではないと思います。また、市販化するにあたって、わざわざ売れていない S グレードを選択することも考えにくいので、X グレードがベースであると考えています。また、この車両型式が SNT33 であることから、4駆の XE パワーであることがわかります。そのため、この90周年記念車両のサイズは、全長 4660mm、全幅 1840mm、全高 1720mm、ホイールベース 2705mm、地上高 185mm と思われます。競合車比較をすると、RAV4 や FORESTER が挙げられますね。ただ、数字だけ並べられても見にくいと思うので、まず、全長から比較をしてみます。左側にエクストレイルを置いて起点にして比較をしていますが、トヨタのラブ4に対しては60ムほど全長が長いですね。スバルのフォレスターに対しても、20ミリほどではありますが、長いですね。一方で、最近話題のレイバックに対しては、全長が短いですね。レイバックは別動画でも詳細動画上げていますが、ワゴン車級の全長で特徴的ですね。三菱のアウトランダーもこうして見ると長いですね。続いて、全幅ですが、当たり前ですが、3ナンバーサイズの全幅で大きいです。この全幅が小さいと、小回りが利きやすく、最小回転半径も小さくなる傾向があります。一方、全幅が大きいと、コンソール周りが大きくなり、室内空間の充実度が向上しますね。ということで、比較をしてみると、ラブ4は 15mm ほど大きいですが、100円玉の直径がおよそ20ム程度なので、100円玉の大きさよりも小さいです。つまり、ほとんど差がないです。CX60 を除くと、まあ競合車のおよそ中間レベルの全幅で、良くも悪くも一般受けする全幅であると言えそうですね。そして、全高ですが、こちらも、ラブ4やフォレスターなどの競合車に対しては、ほとんど差はありませんね。
エクストレイルの運転席に一度乗り込んでみてほしいのですが、頭から天井までのスペースが広めなので、車種によっては、頭が少し窮屈に感じられるかもしれません。続いて、リアを見てみます。変更点としては、まずナンバープレートのアクセントデカールです。このアクセントデカールも夜間になると光るようですね。バックドアを開けてみます。バックドアにはリモートオープナースイッチがついていました。X グレードでは標準設定ではありませんので、オプション装備した車両なのかもしれません。ラゲッジから車内を見てみると、ピラー周りの車体ボディカラーが差し色として、4本見えていて、良い感じにアクセントになっています。この差し色が気になる方は、ウェザーストリップの黒に合わせて、ボディカラーをブラックにした方がいいかも。そして、バックドアをよく見てみると、リモコンオートバックドア用のバックドアステーが装着されていました。通常 X グレードでは、標準装備されていませんが、インテリジェントキートのセットオプションで追加装備が可能です。では、ドライバーシートを見てみます。このシートは、テーラーフィット仕様のシートで、カッパーステッチと呼ばれる銅色の縫製が施されています。そういえば、レイバックも、カッパーステッチをオプションで入れてたなぁ。最近流行っているのかなぁ。シートをよく見てみると、90th アニバーサリーと書かれたタブがついています。近くで見ていた女性の方で、小さいタブがついているだけじゃないかと不満を言っている人がいましたが、この車両ベースが X グレードだとすると、そもそもテーラーフィット仕様のシートは選べないため、G グレードではなく、少し安価な X グレードでシートだけ変えたい人からすると、嬉しい仕様かもしれませんね。では、シートの座面を見ていきましょう。座面はあまりゴツゴツした見栄えでなくて、しっとりしているように見えます。ただ、座面側部はやや異なる皮を巻いていて、触り心地はやや硬めですね。おそらくテーラーフィットと呼ばれている皮は、背中が接触するシートの背面と、シートの座面に付与されています。実際に指でなぞってみると、表面がサラサラしているのですぐにわかると思います。高級感があっていいですが、その反面、表面があまりデコボコしていないので、見る角度によっては、ちょっと光の反射が強く感じるかも。まあ気にするほどの程度ではありませんね。細かいことですが、ドアを見てみると、ハンドル周りのメッキ過色がありませんね。G グレードであれば、ここにメッキの過色がついています。ドアのアッパー部が茶色なので、G グレードでもない。ドアのステッチもシャンパンゴールドっぽいですね。この90周年記念車に関して、ネット民のコメントを調査してみたところ、グリルのカッパー、ボンネットのデカール、黒ホイールが特別仕様にふさわしい高級感があって良いですね。黒ホイールかっこいい。こちらのホイールですね。すみません、見逃していました。ただ、改めて見てみると、ホイールのブラックと差がなく一体感ありますね。赤色がかっこいいし、90周年のカッパーラインが V モーションと相まってこれはめちゃくちゃかっこいい。ルーフレールも黒が良かったな。エクストレイル T31 までは CM 効果もあって、エクストレイルと言ったらバーニングレッド一択だったな。ベースが X グレードとは意外。確かにと思ってしまいましたよ。何を言っているのかというと、X グレードよりも G グレードの方が人気があるんです。そもそもグレードって何種類あるのかご存じない方もいると思うので、整理すると、こんな感じで、11グレードほどあります。それで見てもらうと一目瞭然なのですが、一番人気があるグレードって、G グレードの 4WD 仕様なんですね。先ほどもお伝えしましたが、今回の90周年記念車は、X グレードの 4WD 仕様がベースとなっています。どうして人気の高い G グレードでないのか気になりますね。値上げしているから買ってもらえないと思っているのかな。皆さんはもし90周年記念車が購入できるとしたら、X グレードと G グレードのどちらが嬉しいのか、ぜひコメント欄で教えてくださいね。いかがでしたでしょうか？ X トレイルの90周年記念車両の発売は、2024年の春を予定しているようですね。X グレードで 4WD 仕様を選ぶと、車両価格は404万9100円なので、さらに90周年記念車両向けのアクセサリーを装備すると、数十万オーダーで高くなりそうですね。ちなみに、すでに販売されているノートオーラを参考にすると、G グレードが269万9400円、G レザーエディションが278万3000円、G90 周年記念車が280万9400円。なので、10万円くらいは車両価格アップしそうですね。また、90周年記念車専用のオプショナルパーツに関して、90周年ベーシックパックプラスを購入すると、
総額19万3711円プラスで高くなるので、まあ、オプションパーツ関連では20万円くらいかかると見込めそうですね。まあそんな感じで以上です。それではまた。